皆さん、こんにちは。ゆかです。今日のビデオは、日本のカフェレストランでの注文方法について紹介します。前の動画でコンビニでの会話とレストランでの会話、注文方法について動画を出しました。この2つのビデオがすごく、皆さんのためになったというか、たくさんコメントやいいねをいただきました。本当にありがとうございます。で、コメントでもたくさんありがとうございますとか、役に立ちましたとか、今年一人で日本に旅行に行くので、その時に使いますとか、本当にいろいろなコメントをもらいました。こういうやっぱり教科書の日本語よりも実際に使える実用的な日本語がみんなにとっていい動画というかみんなが求めている動画なんだなと思って、今回はゴンチャという台湾から来ているカフェレストランで私は注文しましたので、その時に撮った注文方法の仕方とか店員さんが話す言葉とか、それを今日は勉強してください。この動画の一番最後に復習としてミニレッスンがあります。私が話した私の言い方とか店員が使う敬語、尊敬語とか謙譲語とかたくさんあるので、そこを復習しましょう。それでは見てください。クリームところにはい。じゃあアイスとホット選べますか？どちら？アイスでアイスで。はい。じゃあ甘さから順にお選びいただきます。甘さ少なめで、はい。氷も少なめで、はい。はい、以上です。はい。商品お手渡しでよろしいでしょうか？はい。はい。じゃあ画面でご確認お願いします。クッキー&クリームのミルクティーで甘さ少なめ、氷少なめがお一つでお間違いないでしょうか？今日合計610円です。4ページ。4ページです。はい。ここで失礼いたします。ありがとうございます。その先にポイントカードのお返しです。また次回サイズアップでご利用いただきます。お客様機械とレシートのお返しです。こちらの番号でお呼びいたします。右手側でお待ちください。ありがとうございます。支払いが終わりました。またレシートにお客様ナンバーが書いてあって、今回は17番でした。呼ばれるまで右手で待ちます。キャンドクリームのミルクティーですね。ストロー刺しますか？はい。はい、かしこまりました。すぐかき混ぜながらお召し上がりください。ありがとうございます。はい。で、ここまでが私と店員の会話でした。大切なポイントが1番から6番まであるので、これを一つずつ説明していきます。まず1番です。店員がアイスかホットお選びいただけますが、どちらになさいますかと言いました。アイスとホットの意味はこちらになります。英語と中国語で意味を書きました。で、私はアイスを飲みたかったので、アイスでと言いました。この何々でという言い方は前の動画でも説明しましたね。もしわからないという方は、前のコンビニの会話とレストランの注文方法の会話のビデオを見てください。で、もう一つ説明があります。どちらになさいますか？このなさいますの意味は皆さんわかりますか？そう、しますという意味と同じです。しますの尊敬語がなさいますですね。なので、どちらになさいますかは、どちらにしますかと同じ意味です。覚えておきましょう。次に2番です。店員が
甘さから順にお選びいただけます。と言いました。このお店では、甘さと氷の量とトッピングの3つを選ぶことができます。でもトッピングは有料です。お金がかかるので、私は今回追加しませんでした。私は甘さと氷の量だけ言いました。で、この言い方、ここの表にある言い方も、お店によってちょっと違うところがあるので、そこは注意してください。このゴンチャというお店では、甘さが0、少なめ、普通、多め。この4種類あります。氷の量は0、少なめ、普通、多め。甘さと同じですね。そして最後にトッピングです。このお店ではトッピングが3つまで追加することができます。トッピングの種類はパール、タピオカでもいいです。どちらも同じ意味です。パール、ミルクフォーム、ナタデココ、アロエ。この4種類です。で、今回私は甘さは少なめで、氷の量も少なめ。で、トッピングはなしでした。で、店員が甘さから順にお選びください。お選びいただけます。と言ったら、私は甘さ少なめで、氷も少なめで、はい、以上で。と言いました。ここにちょっと時間があった理由は、トッピングどうしようかなってちょっと迷ってしまいましたね。なので、ちょっと時間があったんですけど、もし皆さんトッピングを追加するなら、甘さ少なめ、氷も少なめで、トッピングはパールで。このように言ってください。トッピングは何々で。この言い方はどこのお店でも同じですね。はい、次は3番です。店員が商品は手渡しでよろしいでしょうかと言いました。手渡しの意味は、そのまま袋なしという意味です。私はそのままでよかったので、はいと言いましたが、もし袋が欲しい人は袋をつけてください。または袋に入れてください。このように答えてください。で、4つ目です。店員が、こちら次回サイズアップでご利用いただけます。と言いました。私は、このポイントカードをお店の人に出しました。で、ポイントが5つあると、トッピングが無料になって、今回はここですね、サイズアップが無料になりました。で、最後がワンドリンク無料になるポイントを貯めると、いろいろな特典がありますよということですね。なので、私は次回サイズアップが使えるという意味です。で、最後のご利用いただけます。この意味、わかりますか？この意味は利用できます。使えますという意味ですね。なので、こちらのポイントカードでサイズアップができますよ、使えますよという意味です。5つ目です。店員が右手側でお待ちくださいと言いました。皆さん、ここが全部がお店です。で、お店の中にレジがあって、商品受け取り口があります。で、ここにちょっとテーブルがあったりするんですけど、私たちはまずレジでお金を払いますね。注文してお金を払います。で、この右手側というのが、お店の中の右ということなので、私はお金を払った後に右側に行きます。お店の右手側で待ちます。なので、ここじゃなくても、こことか、こことかにいれば大丈夫です。店員の何番のお客様っていうのが聞こえるところにいれば大丈夫です。で、皆さん、右の反対の言葉は何ですか？左ですね。なので、こっち側は左手側と言います。
この言葉を覚えておいてください。最後、6番目です。店員がストローを刺しますかと言いました。皆さん、ストローは、そう、これですね。で、刺しますの意味が、飲み物にストローを刺すという意味ですね。なので、今飲むときはストローを刺します。なので、私は、はいと言いました。もし皆さん、まだ飲まない、まだストローを刺さなくてもいいというときは、大丈夫です。と言ってください。はい、この大丈夫です。ですね。大丈夫ですと言ってください。はい、皆さんどうでしたか？レストランやカフェ、コンビニとか、お店によって店員さんが話す言葉とか使う言葉がちょっと違う時もあります。なので、皆さんもその場合によって店員さんに言われたこととか、同じカフェやレストランでも種類によってちょっと注文方法が違ったり、使う言葉が違ったりします。なので、これからもいろいろなお店でいろいろな種類の言い方や店員さんの話し方をとって皆さんにシェアします。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。